京の奥佐がおたぎ念仏寺。仏法に害を及ぼす者に睨みを利かせる仁王像が立つ山門の先に迎えてくれるのが、なんとも可愛らしい姿をした石の羅漢像。境内の斜面に1200体所狭しと並んでいます。大笑いをしていたり、2体で抱き合ったり、眼鏡をかけていたり、一体一体がユニークな表情をしています。そんな羅漢像に囲まれた寺の本堂の中で、令和元年11月、あるコンサートが開かれました。奏者は新銀宮林教名士の添谷真理子さん。林を楽器として使っています。そして法衣を着たシンセサイザー奏者、今回の主人公西村光栄さん。天台宗おたぎ念仏寺の住職です。西村さんと添谷さんが共演するのはこの日が初めて。宇宙や大自然、万物の根源である5つの元素、地、水、火、風、空をテーマに、光や風、温度や湿度、集う人たち、その場の空気感を一期一会の音楽として表現しました。西村さんは学生時代に入っていた軽音楽部の活動経験を生かし、35年ほど前から仏の世界サウンドと名付けて、仏教の世界観を音楽で表現する活動をしています。お寺で住んでると、山のこんなところに住んでるというので、この空気に助けられて、そういう音楽が出てくるわけですよね。病気があったりとかね、仕事でなんか嫌な目にあったなとか、こういうことがあって苦しんでるみたいな人たちがその音楽を聴いてもらったという時に、お医者さんの治療じゃなくってそのものが体の中に染み込んできて、耳からと言わず鼻からと言わず、何か染み込んできて、くすんだものをクリアにしていってもらえるという、そういう浄化をさせるためにその音楽は役立ててもらえたら嬉しいなと私は思うわけです。西村さんは35年間にわたって年に1枚のペースで自主制作の CD アルバムを発表しています。西村さんが仏の世界サウンドの活動を始めたきっかけになったのが、昭和58年に建てられた羅漢堂と呼ばれるお堂です。天井に描かれているのは仏の世界を表した蓮華像世界です。蓮華の象徴的意味から発展した世界観で、大海に大きな蓮華の花が咲き、中央には須弥山と呼ばれる聖なる山が描かれています。2頭の竜が麓に絡みつき、四天王らによって守られているその山の上空には多くの仏たちの姿があります。これを描いたのは西村光栄さんの父で先代の住職だった西村光長さんです。光長さんは仏像彫刻家、仏像修復の第一人者として東京芸術大学教授も務めました。光長さんは芸術家として絵や彫刻で仏の世界を表現し、多くの人たちに語りかけてきました。この蓮華の世界のこれを説明するナレーションを
作りたいと。でそのバックになんか音楽を作れと言うて頼まれるんですね。じーっとそれを頭の中にその絵を置いといて作ったわけですね。でその作った音楽を持って行ってスタジオでそれを頭の中にその絵を置いといて作ったわけですね。でその作った音楽を持って行ってスタジオでナレーションと一緒にかぶせてもらって、テープに入れてもらった。でそれでここでかけてて聞いてもらうとみんなよろしいなと言うてもらえると。これがきっかけとなり、昭和60年代以降には父幸長さんが仏像の専門家として出演するテレビ番組で使用する BGM の制作も手掛けるようになりました。地水火風空、大自然に囲まれた奥佐賀から西村光栄さんは仏の世界を音楽に乗せて発信しています。奥佐賀に静かに佇む御嶽念仏寺。奈良時代の末期、東山に創建された御嶽寺がルーツです。鎌倉中期に再建された本堂が大正11年に現在の嵯峨野へと移築されました。本尊は千手観音菩薩、厄除け千手観音として信仰を集めてきました。しかし戦時中に住職が不在の時期があり、京都一の荒れ寺と呼ばれるまでに荒廃したそうです。その復興のために昭和30年、天台宗本山から住職を命じられたのが現住職西村光栄さんの父幸長さんでした。昭和の円空と言われた幸長さんは仏像彫刻と修復の仕事で全国を飛び回りながら、仁王門の解体復元、本堂の修復など伽藍の整備を進めていきます。同時に寺の復興の象徴として作られたのが冒頭でも紹介した石の羅漢像です。羅漢とは釈迦の下で修行を積み悟りを開いた高僧たちのこと。幸長さんは羅漢像で境内をいっぱいにしたいと発願し、一般の参拝者に奉納を呼びかけました。家族の絆を大切にしたい、先祖の恩に報いたい、亡くなった愛する人を弔いたい、さまざまな思いを抱くたくさんの人たちが自分の心を写した羅漢像を彫り上げました。本当に素人の人の手でやるもんですから、中にはとんでもない形のものがいっぱいあるんですけど、そういう不思議なものがいっぱいより集まって1200体になったと。1200億人分の祈りのこもった羅漢さんがお寺を守ってくださっているということで、そういう羅漢さんのおかげでようやく普通にお参りをしてもらえるお寺にやっとなったということなんですね。まさしくその羅漢さんの神通力っていうその姿さがそれでやっぱり分かりますね。そんな御嶽念仏寺の歩みを受けて光栄さんは近年新たな取り組みを始めました。境内の斜面の土を取り丁寧にこして粘土を作ります。光栄さんは身近に仏を感じてほしいと参加者を募って土仏作りの教室を開いています。で山からここの山ほんまにお地蔵さんの地蔵堂の横のとこから取ってくる粘土なんですけども、それは大きく言うたら地球なわけですよね。で地球今手に持ってます。丸めると地球がこうやってある手の上にあるっていう感覚になるわけですね。今から何もお地蔵さんの形作ったり顔描いたりとかせんへんでも、もうすでにこれはお地蔵さんの体なわけですよ。っていう感触をね、一生懸命時間かけてね感じてもらうために今こねしてるんです。だんだん土と触れ合っている間にすごく気持ちが穏やかになって、ここだけに集中するっていう気持ちになったので、すごくいい経験ができたと思います。やっぱり心が現れるっていうこと、本当に少女になってクリーンになった状態で
自分の手の中から生まれた仏というものと対話ができる。ただの粘土のもんだけども仏として拝めるものになるっていうことなんですね。お寺をお参りして仏像とか拝もうと思うとどんなふうに作られてるんだろうっていう目で今度は見るようになるということでちょっとこれまでとは違う目でそれを見ることができるというのでちょっと新しい世界がそこで広がるわけですよね。小田木念仏寺住職西村光栄さん。奥佐賀の山々1200体の羅漢像に見守られ導かれながら仏と共に心安らかに生きる道筋を現代の人たちに伝えようとしています。